はいどうも、オックスハウトです。さて、今日は皆さんに、アフターエフェクトとか、モーションとか、あとフュージョンとかね、そういった専用のアニメーションソフトを使わずに、めちゃくちゃ簡単に、いい感じの 8mm とか 16mm とか、昔の、ヴィンテージフィルムみたいな、そういった演出の作り方っていうのを、ご紹介できればなというふうに思います。で、それがどういうのかっていうと、こんな感じになってます。はい。というわけで、今見てもらったようなね、映像を本当にゼロから作ろうとすると、その動画素材以外にも、いろいろと、モーショングラフィックの素材っていうのを、作って用意しなきゃいけないんですけど、ただちょっとしたね、オープニングを作ろうと思った時に、すでにアフターエフェクトとかを使える人だったらいいんですけど、そうじゃない人が、いきなりゼロからあれを作るのってめちゃくちゃハードル高いと思うんですよ。じゃあどうするかっていうと、皆さんね、もちろん動画は撮れると思うので、それ以外の素材を用意しなきゃいけないって話なんですが、これをですね、自分で作るんじゃなくて、すでにプロのクリエイターが作っている、モーショングラフィックの素材、これを使って自分でね、それをこう元の動画の素材に重ねていって、カスタマイズしていくっていう方法で、僕もさっき見てもらったオープニングとかは作ってます。で、今日ね、皆さんにお伝えする8mm とか 16mm のヴィンテージルックっていうのは、何もそのさっきみたいなオープニングでだけ使えるってわけじゃなくて、で、僕以前ね、リコさんの友人の結婚式のオープニングで流すムービーを作ったことがあるんですけど、新郎新婦が普段からスマートフォンで撮りためてた映像っていうのをもらって、でそれをなんかちょっと昔の回想みたいな雰囲気でその映像の冒頭に入れて、でそこから僕が撮ったいつものシネマチックな映像にバンと切り替わるっていうね、この演出がね、なんかすごい個人的には良かったなと思ってるんですよ。で、こういったね、ヴィンテージフィルムみたいな、演出っていうのは、ずっと昔からある定番っちゃ定番なんですけど、流行り廃りはないので、覚えておいて損はないかなということで、今日はね、ぜひ皆さん、この方法を習得して帰っていただければなというふうに思います。じゃあ、それらのモーショングラフィックの素材を、どうやって手に入れるかって話になるんですけど、多分ね、ネットとかで検索すれば、いろいろ出てくるとは思うんですが、素材のクオリティが、最終的なね、出来上がりの、良し悪しっていうのを、左右するので、個人的にはですね、今日のスポンサーでもある、モーションアレイをおすすめしたいなと思います。で、先に言っておくと、このモーションアレイ、今日スポンサーを、たまたましてくれてるんですけど、実はね、僕ずっと前から契約して個人で使ってたんですよ。実際僕が使ってるやつなんで、自信を持ってね、おすすめできるので、今日はね、それを使いながら、やっていきたいなというふうに思います。じゃあ早速ね、このモーションアレイのサイトから、モーショングラフィックの素材を探していきたいなと思うんですけど、で、その前にね、この上のメニューちょっと見てほしいんですけど、いろいろね、そのモーショングラフィックの素材以外にも、ダウンロードできるものがあって、テンプレートとかで言うと、アフターエフェクトとかプレミアとか、これの辺はね、他のサービスにもある定番かなと思うんですけど、なんとね、ダヴィンチとかがあるんですよ。これダヴィンチのテンプレートとかがダウンロードできるサービスって結構少なくて、それ以外にも例えばダヴィンチのマクロとかね、ちょっとしたこうタイトルアニメーションとかね、このダヴィンチを使ってる人なんかはぜひね、こういうのもいろいろあるので、試してみてほしいなと思います。意外とね、僕の動画でもね、ちょいちょいここのやつ使ってたりすることもあります。で、モーショングラフィックの素材は上のメニューの中のこのモーショングラフィックというところをクリックしてやるとこんな感じで出てきます。上に重ねてこう使っていくような素材っていうのは、オーバーレイと呼ばれるものになっているので、左のフィルターの中からですね、こうやってオーバーレイをクリックします。で、次にこの検索窓のところで、いくつかね、キーワードを入れて、素材を探していくんですけれども、今日ね、皆さんに検索していただきたいのは3つです。1つ目がフィルムマット。で、これは 8mm とか 16mm の、フィルムのフレームですね。で、この中に動画を当てはめることによって、すごいね、わかりやすい形で、ヴィンテージフィルムみたいな演出ができるようになります。で、2つ目がフィルムグランジっていうもので、グランジっていうのは、日本語で言うとね、汚れとか、そういう意味になるかなと思うんですけど、いわゆる、その髪の毛とかホコリとか、そういった汚れが、映り込んじゃってるっていうような、よくね、これもね、あるやつかなとは思うんですけど、そういうパターンのやつですね。
で最後3つ目はね、いわゆるフィルム焼けみたいな演出の素材を探していきたいんですけど、これはそのままねフィルムバーンとか、もしくはあとライトリークとかね、そういったキーワードで検索してみてください。でとにかくねいろいろかっこいいものが見つかるので、とりあえずめぼしいものは全部ダウンロードしてきます。っていうのもこういったありものの素材を使う場合はそのまんま使うとちょっとねあからさますぎるので、少しやっぱりいろんなものと組み合わせて重ねて使っていくことによって、すごいそれだけでもオリジナリティが出てくるので、とにかくねもういっぱいダウンロードしてきて、こういろいろ適用して違うかな、これでいいかなみたいな感じでもう試していくっていうのが重要です。じゃあ準備ができたらフィルムグランジュからやっていこうかなと思うんですけど、今回ね僕が使っていくのは、この素材をですねこんな感じでまずタイムラインに放り込んで、で長さを調整します。でこのまんまだと、当然ね下の動画が見えないので、ダヴィンチではこの右側にあるフォトショップとかでいうところのブレンドモードですね。今回僕はこれはねハードライトでやっていこうかなと思います。でこのままだとさすがにねちょっとねノイズ感が強すぎるので、オパシティをぐーっとねいい感じになるまで、下げていきます。これだけだとまだねちょっと全然フィルムグレーに達した程度かなっていう感じなんで、もっとねこうガシガシ汚していきます。で次はねこの素材も重ねていこうかなと思うんですけど、これも同じようにタイムラインに配置してあげて、長さを調節してあげて、今回はですねマルティプライを適用していきます。でそうするとねさっきとは違ってより大きいノイズが目立つようになったかなっていうのと、あとはねちょっとビネットがかかったような感じになりましたよね。ブレンドモード以外にも、普通に重ねたレイヤーの、コントラストとかを調整してあげることによっても見え方が結構変わってくるので、このあたりもねお好みで調整してあげてください。じゃあ僕はねあと何レイヤーか重ねていって、さらにねガシガシ汚していきたいなと思います。はい、というわけで、とりあえず最初のカットが完成しました。どうです？この感じ。なかなかねいい汚し具合でしょじゃあ2つ目のねカットもやっていきたいなと思うんですけど、グランジの部分は同じようにやっていくんで、一旦ここは飛ばしてですね、まだ使ってないフィルムマット、これをね2つ目のカットでは使っていきたいなと思います。で今回ね使っていくフィルムマットはこんな感じのやつになります。基本的にはさっきのグランジと全くやり方は変わらないので、これもタイムラインにこうやって放り込んであげて、で長さを調整したらですね、今回、これもマルチプライでいいかな。はい。でこのねフレームがこんな感じで足されるとなんかすごいいい感じになりますよね。せっかくフレームが3分割されてる形なので、他にね2つ素材を持ってきてクロップして、でそれぞれにねはめてみると、それはそれでいい感じになるんじゃないかなと思います。で最後はこのねマットを足したカットにさらにね、フィルムバーンの方を足していきたいなと思います。でこれはですねさっき足したフィルムマットの下に足してあげてください。そうじゃないとせっかくのねフレームの上にかぶってきちゃうので、あくまで映像の方だけに適用を、するようにしていきます。でフィルムバーンは素材にもよるんですけど、結構ねちょっとしたノイズとかもと違って結構がっつり効果が得られるので、あんまりそんなド派手じゃないものの方がいいかなっていう気がします。ですごく派手なパターンのものなんかは意外とトランジションに使えたりもするので、最後はこのねフィルムバーンのエフェクトを使ってちょっとねトランジションを作っていきたいなと思います。今回使っていくのはこれですね。すごい短いクリップなんですけど、すごく一瞬すごい画面が明るくなるので、一番明るくなるところが真ん中に来るように、このタイムラインに配置してあげます。そうするとちょっとつないで見てみると、これでもいいんですけど、かぶせた素材が綺麗すぎるというか、質感が少しマッチしないので、このフィルムバーン自体にもちょっとねグランジを足してもうちょっと馴染むようにしていきます。でこっちはハードライトにしてあげて、少しね明るさを抑えてあげても馴染む気がします。はい、こんな感じで1個目のクリップと2個目のクリップの間にトランジションみたいな感じで入れてあげると完成かなと思います。はい。というわけで、こんな感じでオーバーレイの素材を使っていくと、簡単にヴィンテージルックの、演出が作れるようになります。で、このテクニックを使っていけば、こういったね、ヴィンテージルックだけじゃなくても、ちょっと前からね、僕も使っている、この短いバージョンの YouTube のね、僕のオープニング映像ですね。こんなのも、作れるようになるので、ぜひ皆さんもね、ちょっと作って試して遊んでもらえたらなというふうに思います。
はい、というわけで、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。